ルクスワーゲンの雰囲気っていうのがあるんですよ、ベースの部分にね。なるほどね。ただ、一個一個が質感が高いんだよね。FF 社のポルシェだなっていう風に感じますね。ゴルフ以外にもあったんだね。ね、スポーツカーだよ。いいね。レースインボイス TV のお時間でございます。よろしくお願いします。今日も太郎くんとお届けします。今日はね、僕のね、昔の憧れの車がね、ついに登場ですよ。僕にとっては初めて実物を見ました。あ、昔はね、もうちょっと走ってたと思うんだけど、最近めっぽう見なくなったこちらの車なんでしょうか。フォルクスワーゲンコラード。皆さんご存知ですかね。まずコラードがどんな車かっていうのを、お伝えする必要がありそうな車だね。そうですね。フォルクスワーゲンコラードとは、1988年登場。フォルクスワーゲン初のリアルスポーツカーとして産声を上げたんだね。なるほど。この前にスポーツカーはなかったわけね。フォルクスワーゲンにはね。ライバルはなんと、ポルシェ944の名前を挙げていると。だからかなり気合の入ったスポーツカーとしての立ち位置だね。944といえばポルシェの中でも FR として珍しくラグジュアリースポーツカーですよ。そこに名指しで生まれてきたのがコラードというわけなんだ。それは知らなかったわ。じゃあ当然ゴルフはベース車ってこと？面白いのが、プラットフォームの前半分はフォルクスワーゲンの当時ゴルフ2。でも前半分だけなの？そう。後ろは何？フォルクスワーゲンの3代目パサート B3 プラットフォームだから、前と後ろでそれぞれガチャンコしたと。すごい車だね。一方で内装は当時のパサートの印象をうまく利用して共通点が多いものとなっているんだね。この車はフォルクスワーゲンが自社で組み立てて考えたってこと？ビンヘルム・カルマン。カルマンギアの。そう、コーチビルダーだね。そこと共通で作ってる。だからデザイン斬新だよね。いやもう最高よ。フォルクスワーゲンの雰囲気あるのに、いかにもスポーツカーの部分がすごく大きいよね。見たことないね。リアスポイラーもね、70キロでギューンと立ち上がって、また20キロになると収まるという速度に反応する形のリアスポイラーなんだよね。それにどんだけ僕が憧れたことか。ね。これを今目の前にしてるわけですよ。走りの面や安全性にも気を使われていて、ABS も装備されていたし、EDS と言われるエレクトリックディファレンシャルロックシステムなんかもコラードには投入されていたんだね。ハイテクモリモリで当時にしてはね。モデルライフは結構長かった。1995年には生産終了しました。7年間。スポーツカーとしての評価は高かったけれど、販売につながるかどうかは別だったんだね。だから2ドアクーペってもっと遡るとカルマンギアがあったでしょ。それからコラードがあって、さらにその後2006年のイオスという車があったんだけれど、それが登場するまではこの形のフォルクスワーゲン車というのはついぞ出なかったという一末の寂しさも含めた車なんだね。なるほどね。ちなみにこの個体は年式や走行か1992年式のなんと、走行距離 2.6 万キロ。出たよまた。あるの？そんな車があったんだね。相当いい車なんじゃないのこれは。スポーツカーとしての評価高かったっていうことだし、乗った感じが全く想像つかないのね。ちょっと乗ってみますか。僕の憧れた車でもあります。そして珍しい個体です。乗ってます。はい、乗り込みました太郎くん。はい、乗ってます。もちろん初めてだよね。88年デビューってことはゴルフ2とかの世代かな。そうだね。ほのかにゴルフ2の香りがします。それはデザインにおいてもそうだし、ただゴルフ2に比べると中身がギュッと詰まった感じというか、そこから進化があるんだよね。上質感がすごくあるね。ゴルフ2をベースにしながらもパサート3とくっつけたけど、それだけじゃなくてスポーツカーたるゆえんもちろん合成も高めただろうし、いろいろ変わってはいるよね。こんなに厚みなかったんじゃないかなゴルフ2って。どうですかエンジンフィーリングとかは。スーパーチャージャーの感じがすごくしてきます。低い回転域からキューッと伸びていく感じ。スーパーチャージャーがついてる。そうなんです。なるほどね。グレードが確か3種類あったんだよね。まずこの車は G60 でございます。 G60 だね。はい、4気筒のシングルカムで 1800cc 約。それでスーパーチャージ付き。
160馬力でございますねこれね、はでその次のグレードが VR6 ね、はいはい同じこちら 2800cc でほうほう V 型ですよね、で、うん190馬力まで上がってます。はいはい30馬力多いですね。パサートとかにも使われてた、そうだね、V6 エンジンかな、はいそして16バルブ、はいはいこちらは DOHC になりましたよ、2リッター直線の中で135馬力という3つのラインナップがありましたね。もちろん5速マニュアルと4速 AT も用意されてたんです、そっちにはオートマもあったんですね。そうなんです。でこの車は当然マニュアルモデル。どうですかシフトフィーリングは。カチッとしてる感じもありながら滑らかに入っていく感じ、全体的には軽いです、でもしっかり感があるっていう感じ。今までさいろいろフォルクスワーゲン乗ってきたと思うけど、その違いみたいなのがある。フォルクスワーゲンの雰囲気ってあるんですよ、ベースの部分にね。なるほどね。ただ、一個一個が質感が高いんだよね。そこはスポーツモデル、チューンアップされてる感じがある。違うんだなーっていう感じがします。当然ハンドリング、エンジンフィーリング、足回りの感じとかあると思うけど、他に特筆すべきみたいなとこある。一個気づいたのはね、ブレーキのフィール。ドンと踏んでいくと、ギューッとさ、こうスカスカしたものってあるじゃん。じゃなくて、この密度の詰まった感じ、車をピタッと止めていく感じとか、何かに近いなと思ったら、ポルシェでした。ポルシェはアウトバーンドガーンといって、ドカーンと止まれるほどのブレーキがあるっていうもんね。圧倒的な信頼感がこの車にもある。だからね、FF 車のポルシェだなっていう風に感じます。フォルクスワーゲンでアウトバーンぶっ飛ばして、しかも FF で、ゴルフ以外にもあったんだね。ね、スポーツカーだよ。いいね。最初に触れたさ、カルマンとの共同開発っていうことだけれど、ここにちゃんとカルマンって書いてあるね。これまたかっこいいよね。かっこいいよね。ドイツってコラボ的なのも結構あったのかな。確かに。例えばゲレンデはさ夫婦だったりするじゃん。そうだね。ベンツの 500e なんかはさ、ポルシェでしょ。確かに。この車に関してはカルマンなんだね。当然カルマンゲームもそうなのかもしれないけども、そういうドイツ内コラボありそうで珍しい。ドイツ車らしいよね。その組み合わせっていうのも嬉しいね。しかもそこからね、歴史に名を連ねるさ、名車がたくさん生まれてるわけだからね。そうですよ。その一部、しかもみんながあんまり気づいてないレアな部分じゃん。これ、そこのレア度も高いよね。めちゃくちゃ滑らかだな。いいな。僕が憧れてたのに、太郎くんにハンドルを取られちゃって。この車さ、フォルクスワーゲンの歴史から見ても、そしてドイツの車の歴史から見ても究極なんじゃないかな。そうだね。なかなかないですよ、こういうケースは。言ってみればオーバークオリティ名車だよね。さっきさ、太郎くんが言ったように、もう FF のポルシェなんじゃないかって言葉がね、ぴったり似合うようなね、レアな、そして究極のドイツの技術の結晶の一つなんじゃないかなと僕は横に乗ってても思いますわ。知らない車ってまだまだたくさんあるし、もったいなかったな。これも今日はね乗ることができて、そしてこのピカピカの軽装甲車ですよ。これがまた買えるっていうのがさ、すごいよね。シートにやるとこ全くないから、全くないね。素晴らしい状態でございます。こういうデザインの車ってなかなかないじゃん。前スパンと切れてんじゃん。で後ろもスパンと切れてんじゃん。でウィングついてんじゃん。あれやっぱり理由があるんだよね。ただの見た目だけじゃなくってきちんとその車の安定性を高めるためっていう、いかにもドイツ車らしいメカニカルな仕組みをこの時代からちゃんと取り入れたっていうところなんだよね。それが70キロでバッと上に上がる。しかもここでもスイッチでさ可変できるわけでしょ。それもなんかさマニア心というかさ男心をさ全部そそられるよね。そうだね。どうだった？すんごいしっかりして速くて驚いたんだけど、完全なるスポーツカーであるとはっきり言っていいのが FF 車のポルシェだなというふうに僕は思いました。よう言うた、太郎ちゃん。すごい合成感だったし、ゴルフとかと比べたらいけないかもしれないけど、全然違ったね。全然別物だね。ゴルフとパサートをくっつけて頑張って作った甲斐があったというか、なんかねすごい車だわ。だからこそなのかな、素晴らしい車であるということと、商業的に成功するっていうのは別の話であると。これが面白い部分であって、そういう車こそ数が少ないし語り継がれる存在になっていくんだろうね。レジェンドですよ。フォルクスワーゲン界のドイツの車の中でも相当面白い位置にあるんじゃないかな。この低走行もなかなかないと思います。お問い合わせはお早めにお願いします。僕としてはね
ポルシェのね944がさ対抗馬だったって、うん、そういう車に乗ってらっしゃった方とかにねぜひね選んでもらいたいなっていうのもあるし、僕みたいに若い頃憧れてて、はい、今大人になって余裕ができた方ぜひお問い合わせください。素晴らしい答えでございました。ということで今回のレセンス&ボーイズ TV はフォルクスワーゲンコラードでお届けしました。また見てください。お問い合わせお待ちしてます。